サソリを飼育している女性、同行してしまう。飼育している大量のサソリを撮影した映像。サソリの毒は化粧品や鎮痛剤、抗生物質の原料として高値で取引されるという。また無駄な雑学を仕入れてしまった。怖い。どうこすって大したことないだろって思ってみたらびっくりした。なんで箸で混ぜてるの？動いてるとこを映像で撮りたかったんやろ。壁とかにも張り付いてるけど全く動いていないし普通はじっとしてるんだろう。両津がやりそう。こんなに密集してて箸にも攻撃してこないってもしかしてサソリって意外と平和的なやつなの？サソリって1ヶ月ぐらい平気で餌食わないんだよな。共食いしないのか。サソリはエビみたいにうまいらしいぞ。毒が怖えけどな。毒がないならゴキブリより平気。逃げ出すだろ。あとどうやって毒採取すんだ？希少な大型クも発見される。こんなん叫ぶわ。カニかエビ。カニ味噌取れそう。地球防衛軍にいそう。目は何個あるの？個性的だからペット需要ありそう。ヤシガニみたいなもんだろ。調理すれば食える。カニ化が始まってるな。カニだろこれ。こんなのがいない日本に生まれてよかった。似たのはいるよ。アシダカグモ。手のひらくらいある。こんなんが部屋の天井とか窓に張り付いてたら号泣するわ。蝶々。これの魚バージョンもあるな。すごい。マジで落ち葉にしか見えん。Y のスイッチコントローラーがなんでコントローラーの中でアリ飼ってるの？意図的に閉じ込めたろ。これクモじゃない？部屋の中にも虫いっぱいおるやろ。何が動いてんのこれ。ひキモすぎて草。金より効果、冬虫夏草とかいう謎の草。キノコちゃうん？冬は虫で夏は草になるんや。ロイコとか冬虫夏草とか寄生系は怖いわ。ポケモンに出てくるやつやん。これ日本で撮れないの？日本でも撮れるしこればっか採取してる YouTube あったぜ。冬虫夏草やないんか。パラセクトの元ネタ。ちいかわのあれ。中国なら養殖してそうやけどないんか。これ日本では価値ないんか？ Y も栽培したい。ぶっちゃけ珍しいだけで効能ないやろ。一度漢方の効能をちゃんと精査した方がいいよな。こんなのが病気に効くとは思えん。これはまだマシだけど応戦残光なんてデタラメな漢方の材料で乱獲されてるし。珍しい。効果があるに違いないという以外に理屈なんていらないんよ民間療法なんて。こいつに勝てるか？キモすぎやろ。虫嫌いのやつ失神しそう。目がでかいの嫌だな。話通じなさそう。話通じそうだったらそれはそれで怖いわ。確かに。リオックは昆虫界の頂点やろ。パラワンにぶっ殺されてたで。日本産のカブトムシをバリバリ食ってたのはビビったけど。うんく。ちまる子。立てばちまる子座ればうまる子歩く姿は芋虫。愛らしいな。ちまる子にしか見えない生物って結構おるよな。土の子やん。チンポ虫やん結構美味しいよな。お前らって不思議だよなこんな凶悪な生き物は平気で食うのに小さいコオロギにビビって。なんでこれはうまそうに見えるんや？水の中にいるからな。こいつが部屋の壁で張ってたら発狂するけど。今度は伊勢海老が怖い。日本人は残虐だから化け物くらい余裕。イクラぽいほんま好き。かわいい。桜エビとか虫にしか見えんよな。でかい誤解。鬼磯目兄貴や。しかも2メートルくらいになる怪物や。怖い。陽キャバッタ好き。いかにも毒ありそうな色やな。カラーリング派手になるだけでめっちゃ、キモいのな。グリーンがええわ。単車乗ってそう。ナイキが作ってるんか。やっぱり黒いやつは中身も黒いんやね。人間と同じやん。
弱者男性と強者男性。色白なやつより黒いやつのが群れてて肉食で陽気なのはバッタも同じやったんやね。一人だとおとなしいのに仲間で群れるとイキリ出すのナンジーミンみたいだよな。ニュージーランドのカマドウマ好き。いいやつそう。お金貸してくれそう。肉食クワガタ言うたら信じるやついそう羽部分の模様とかで賢いやつは気づくやろけど。虫の知識なかったら普通にクワガタやと思うやろ。賢かったら気づくとか自分が賢いとでもアピールしとるんか？いつまで昆虫博士やっとるんや？カタツムリ食うやつか？ Y が一番キモいと思う虫。あの子らしか思い浮かばない。モザイクかけたら萌えっぽくなるやつじゃん。もぞもぞ出る理由を知ったらそうでもなくなったわこいつも。こいつほんまキモかったけど実物は2センチメートルぐらいの小ささって聞いてそんなキモくなくなったわ。沖縄のヤドカリもやばい。うまいんかこいつ？ちゃんと育てたらうまい。野生のはゴミとか食ってるからまずくて誰も食わん。3月。食うとこ多そうやし養殖してほしい。人間さんこんな小さな虫相手にすら脅威を感じるし防具がないと惨敗する模様ビビりまくりで雑魚。でもこいつら煙で無力化できるからな。オオスズメバチとかいう戦闘狂。怠慢ならゴブゴブあるから。夢かわいい。モスラやん。カラーカイコ？売り物か？キャワワ。オーストラリアのガがでかい。お前らの想像の2倍でかい。モフモフ。田舎にもこんなのいたぞ。夜中トイレの壁に張り付いてた。ちょいかわいいな。怖すぎ食われちゃう。紋章かっこいい。こんなんが自分に向かって飛んできてピタッとついたら変な声出るやろな。オオスズメバチさん、ゴキブリと死闘を繰り広げる。すごい？足から切り落としていく蜂賢いな圧倒的な力の前には意味がなかったが。やっぱり爬虫類なんですよね。お手本のような漁夫のりで草。ヤモリ強い。魚もすごいで。フグって何でも食うんやね。こうやって毒を蓄積するんやな。最強の孤独だな。昆虫食、なんかゴリ押しされ始める。そんなに食うもんないんかこの国。素直に穀物育てようや。量と連子高いやろ。逃げ出して野生化したやつが繁殖しまくってとんでもないことになりそう。肉はガチで大豆に置き換えられそう。上級は肉食うんやろな。中級はネズミとか。底辺は虫。ザリガニ養殖した方がうまい食い方あるんやないの。ザリガニは欧米では普通に食うしアメザリももともと食用として入ってきたからな。そらうまいよ。飛ぶのがまずいのは育成環境が悪いだけや。なんか人類の救世主、みたいな扱いされとるけどほんまに環境にええんか？昆虫食。餌に対して得られる可食部が段違い。しかも人類が食わないバイオマス飼料でも増える。家畜動物と違って捨てるところもないし完璧な存在やぞ。おっさん昆虫の死骸5000匹を使って兜作ったパシャ。グロ。これはかっこいいタガメっぽい腕が最高。趣味悪すぎだろ。まあ玉虫の寿司みたいなもんだけど。発想が悪い意味での強靭のそれ。虫ってかっこいいな。かっこいいものでかっこいいもの作ったら最強やん。の精神やろ。いや、ひと夏で死ぬ虫への手向けみたいなこと言うてたで。作ってる途中でおえ。ってならんのか。呪われてそう。いや仏像に蜜と接着剤混ぜたもの塗って一晩放置しただけだよね。メスチマルポオスママルコに挿入し精子を絞り取る昆虫。冷え。女の子になっちゃう。世界は広いな。人間もこっちの方が良かった。メスペニスとかいうパワーワード。オスメスってどうやって分類してるんや。チンチンあるからオスやないんかい。精子と卵子で区別や。はいまた一つ賢くなってしまったわ。すごい。スイッチの新作ゲーム、限界突破。おや、
神ゲーやろ。どうぞ。なんやこのゆっくりもどき音声。ボイスで草。これが令和の虫キングか。無能ボイスで大草原。無能ボイス流れてきたら笑ってしまう。さ。いらっしゃい。まあまあ面白そうなんだよな。これ2000円だし子供にはええと思うで。こんなもん売り逃げしか稼げんやろに最初割引とか神かよ。コロコロコミックが作ってるんかい。音声合成で音声使い放題だからっていちいち読み上げてくっそうるさくて草。こいつら交尾したんだ。性教育で大草原。喘ぎ声が不快すぎる。音おかしいやろ。なんこれ。なんで無駄に綺麗やねん。声草。パンダみたいな蜂、パンダアリが話題に。ありがちなことです。俺に触ると怪我をするぞと無駄な接触を避けるため白黒模様の警告色を進化させたのに、人はこれをパンダみたいで可愛いなんて言ってパンダアリと名付けるのです。このパンダアリは実はアリなどではなく、スズメバチなのです。牛を殺すこともあるのでカウキラーワスプとも呼ばれています。刺されるとものすごく痛いです。でもスズメバチの中では針の鋭さも殺傷力も一番というわけではありません。メスは羽がなく、よくアリと間違われます。チリやアルゼンチンに生息しています。パンダっつうか牛だろ。なんこのふさふさ。かわいい。パンダアリ。雲みたいな蜂にアリとか名付けてんじゃねえよ。黄色かオレンジじゃないと警戒色って感じがしない。